こんにちは。人に教えたくなる家電小ネタ帳。今回のテーマは冷房と除湿の賢い使い分け。夏に近づくにつれてちょっと暑い、ちょっとジメジメするという日が増えてきましたね。暑い日はエアコンを使う方が多いと思いますが、ちょっと暑い時、皆さんは弱い冷房と除湿どう使い分けていますか？除湿が弱冷房のことなんじゃないの？実はこの2つ厳密には違うんです。そこで今回は冷房と除湿の仕組みの違いから冷房と除湿の賢い使い分けを解説します。この動画を見て賢く夏を迎えましょう。冷房の仕組み。エアコンにはお部屋の中に設置する室内機と外に設置する室外機がありますよね。この2つは配管でつながっています。このお話は電車に乗るときを想像すると分かりやすいです。室内機は涼しい風を出すだけでなく、熱い空気を吸い込んでいます。吸い込まれた空気は液、室内機の熱交換器という部品に進みます。ここだ。この時改札で空気と熱が分けられます。分けられた空気の熱散は改札を通り、熱と分けられた冷たい空気散はそれを見送ります。行ってくる。元気でね。空気の熱散は電車、冷媒に乗り、線路、配管を通って室外機駅、室外機の熱交換器で降ります。ようやく到着か。空気の熱散は駅から外へ出て新たな人生の一歩を踏み出したのでした。外は気持ちいいな。室外機から暖かい風が出てくるのはこういう理由だったんですね。一方、空気の熱散と分かれてすっかり冷えた冷たい空気散は室内機駅から部屋の中へ戻ります。ただいま。室内機から出る冷たい風はこの冷たい空気散なのです。この別れを繰り返してエアコンは部屋の温度を下げているのです。除湿の仕組み。エアコンの除湿、ドライ機能を使ってもお部屋の温度は下がりますよね。これは除湿の仕組みを知ればわかります。夏の暑い日に冷たい飲み物を入れたコップを置いておくとコップに水滴がつきますよね。空気散は水分を持ち歩いていて、持てる量は空気の温度によって変わります。熱い空気散はたくさん水分を持てますが、力持ち。冷たい空気散はそんなに持てません。重たい。しかし熱い空気散が冷たいコップに触れると冷やされて冷たい空気散に変わってしまいます。冷たい。冷たくなった空気散は今まで持っていた水分が持てなくなり、持てない分を置いていってしまいました。重くて持てないから置いていこう。この置いていかれた水分がコップについているんですね。窓の結露もこれが原因です。エアコンもこの原理を利用して空気を冷やして結露させ、出てきた水をドレンホースから外に出すことで除湿をしています。冷やした空気はそのまま部屋へ戻るので温度も下がってしまうのです。賢い使い分け。どっちも温度を下げるなら結局冷房も除湿も一緒ってこと？確かに除湿イコール弱冷房と言えなくもないのですが、あくまで冷房は温度を下げる、除湿は湿度を下げるものです。暑い時は冷房、ジメジメを解消したい時は除湿を使いましょう。ちなみに冷房よりも除湿の方が消費電力は少ないですよ。梅雨の時期ってジメジメはなんとかしたいけど、除湿だと寒くなるから困るんだよね。そういう時は再熱除湿機能がついたエアコンがおすすめです。再熱除湿は除湿して冷えた空気を温めて部屋に戻す機能です。これで部屋の温度を下げずに除湿ができますね。もしかしたらお使いのエアコンにすでについているかもしれないので、リモコンに再熱除湿やカラッと除湿など除湿以外のボタンがないか見てみてください。ただ温める分電力を使うので電気代が少し高くなってしまうのがネックです。
そうは言っても冷えすぎて体調を崩してしまってはいけないので、必要に応じて使い分けるといいですよ。再熱除湿エアコンが気になる方、もちろんその他エアコンでお困りの際はぜひ一度野島店頭でご相談ください。知識豊富なスタッフがあなたに合ったエアコンの提案やトラブルの相談を承っています。最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは家電や IT に関する小ネタをご紹介しています。役に立ったという方はぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。